こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。先週は実家に帰省していまして、投稿をお休みしていました。皆さんいつも聞いてくださりありがとうございます。帰省に際して空港や地元の本屋さんで本を購入してきたんですが、なんで旅行すると本を買いたくなるんでしょうかね。いつも買っちゃうんですよね。今回動画でも購入した本を少しご紹介しているので、よかったら見てみてください。さて、今回は新川ホタテさんの女の国会をご紹介したいと思います。こちら今年の4月に出版された単行本です。こちら政治の世界を描いた物語なんですが、政界ではまさに今、次期総裁をめぐる総裁選に向けて動いていますよね。今回の候補者の中にも女性の方が2人いらっしゃるんですね。ちょうどこの作品を読んで自分なりに政治について調べているところだったので、候補者の方たちの討論や記者の方たちの質疑応答など興味が湧いて、先日テレビでも見てみました。もちろんこの作品はフィクションなので現実には起こり得ないことなんだとは思うんですが、もしかするとこういう裏側があるのかもしれないと思うのも小説の面白さなんじゃないかなと思います。著者の新川さんは作家業以外にも弁護士やプロ雀士という経歴もお持ちの方なんですよね。新川さんの小説は元彼の遺言状では弁護士、そして競争の番人では公正取引委員会の審査官といった少し難しい印象の職業の女性を主人公に描かれているんですね。そして今作は政治の世界で生きる女性たちを描いた作品となっています。そして政界を描いているんですが、本筋はその先にあり、女性差別やジェンダーについて考えさせられるお話となっています。ミステリー好きの方には少し物足りなさがあるかもしれませんが、展開やこの奥に秘められた真実にハッとさせられるはずです。さらに主人公でもある女性議員は元衆議院議員であり、女性参政権運動を主導された市川房枝さんをモデルにされているそうなんです。その容姿やサバサバとした雰囲気や物言いを憤慨していますという口癖などを重ねられているんですね。また主人公だけではなくて、ところどころにこの市川房枝さんの行ってきた活動や信念についても描かれているんです。そしてこの市川房枝さんなんですが、現在放送中の女性初の裁判官の人生を描いた朝ドラ虎に翼に登場している代議士の立花幸恵さんのモデルでもいらっしゃるんですね。私も朝ドラを見ているんですが、強烈な印象を残されていましたよね。もう見ている方も多いんではないでしょうか。今回この作品を読んだことを機に市川房枝さんについて調べたり、生前お話しされていたインタビューも拝見しまして、より政治と女性についての認識を高めることができたと感じました。この物語は国会のマドンナお嬢と呼ばれた女性与党議員の浅沼優子の女に生まれてごめんなさいという遺書から始まります。このお嬢の死の直前、野党の憤慨おばさんこと一般の家庭から叩き上げで野党の女性議員となった高槻薫から叱責を受けている姿が見られていました。このお嬢と高槻は敵対関係にありつつも
性同一性障害特例法の法案については共闘関係にあったんです。しかし直前でお嬢はこの法案を通さず、その叱責がお嬢を死に追い詰めたのではないかと高槻に批判が集まります。長年ライバル関係にあった高槻にはどうしてもこの叱責が原因とは思えませんでした。このお嬢の死に疑念を抱いた高槻は、お嬢の婚約者で政界のプリンスと呼ばれる三好健太郎に近づき、お嬢が遺書を送ったとされる政治部の女性記者と共に死の真相を調べ始めます。見えてきた真実とは一体何なのか、そして彼女関係者が抱えてきた秘密に迫る社会派ミステリーです。本作について著者の新川さんは、経済的にも豊かで学歴もあり、専門の職にも就くようなキャリアのある女性でも女性差別に遭うというご自身の経験も踏まえて、正面から女性差別について書きたかったとおっしゃっているんです。そして本作は国会議員や秘書、地方議員、新聞記者などさまざまな立場の女性の視点で展開していくんですね。そしてそれぞれが男社会とも言われるこの政界でどのように立ち向かっていくのかが見どころとなっています。女性というだけで下に見られたような物言いやセクハラ発言を受ける、そんな女性たちの苦悩が描かれているんです。作中にはセクハラについてこういう言葉がありまして、普通に働いているだけで天才のようにセクハラが降ってくるとあるんですね。もう言えて妙だなと感じました。少なからず私も経験したことがあるなと思い出しましたね。作中には地方議員の馬橋美幸という女性が国政に出る場面があるんですが、彼女は夫と子供がいて地域に根付いた活動をして、家庭を持つ女性たちからの支持が厚い方なんですね。そんな彼女が選挙するにあたって子育て中の方の迷惑にならないようにと選挙カーは使いたくないとしたり、選挙活動はママ友たちなど支持者がそれぞれ持ち寄って協力したり、できる範囲でできる時間で対応するなどしているんですね。それは市川房枝さんの政治信念でもある政治は生活として実践されてきたことがここでも描かれているんですね。私はこの馬橋さんの選挙活動のシーンにおいて夫との関係性がとても印象的でした。決して否定的でも批判的でもなく、家庭はどうするのという言葉もないんですね。ただただ素直に受け入れてくれて、特別なことはなんてなく、ただ困っているなら話を聞くよというスタンスなんですが、もう普段と変わりないお互いに支え合おうという関係が現代らしくもあり理想でもあるなと感じました。日本では100年以上の歴史の中で女性首相が一人もいないことについて、彼女の言葉で女は怒っていい、こんなのおかしいと言っていい、100年後の女の子たちにはそんなひどい時代があったのかと驚いてほしい、その頃にはきっと今よりマシな現実があるはずだからという言葉があるんです。もちろん統制する力だけを見て男性が選ばれてきたのであれば納得もいくんですが、もしその過程で女性だからできるはずない、政治に口を出すなという考えのもとのけられてきたんだとしたら、この先の未来にこの考えが変わることを願いたいですね。そしてもう一つ、この物語の大きな鍵となるのはトランスジェンダーなんです。
作品の真相を知った時に一気にその人の見え方が変わると思うんです。私ももうってなりました。しかしそれこそが無意識に差別を抱いていたということなんだなと感じたんです。作中にはこういう言葉がありまして、トランスジェンダーたちは全人口の 1% にも満たない、人口の半分を占める女性の声すら届かないこの国で、トランスジェンダーたちの声が届くはずがないという言葉があるんです。もうとても心に刺さる言葉でした。女性差別だと声高々に言っていても、少なからず自分の中にも男性は女性はの考え方があったのだなと感じて、もしかしたら自分も知らず知らずのうちに誰かを傷つけていたかもしれない。そう考えると今回この声を聞いて知ることができてよかったなと思いました。そして帯にも書かれている言葉なんですが、選挙に弱い政治家は誰かの言いなりになるしかない。逆に選挙に勝ちさえすれば誰の言いなりにもならずに済むという言葉が作中にもあるんですね。だから戦える強さが欲しい、男性と対等に声を上げられるだけの力が欲しいという思いを持った強くなりたいという言葉に胸が熱くなりました。ぜひ女性にもそして男性にも年齢問わず読んでみてほしい作品です。